どうもジョジョベーカリーです。本日は全粒粉配合の生地にミックスナッツをたくさん入れた食パンを作っていこうと思います。今回の成形は食パンの中でも一番簡単にできるものになっているので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは今日も楽しく作っていきましょう。まずはミックスナッツを切っていきたいと思います。今回使っていくミックスナッツはアーモンドとくるみとカシューナッツですね。もちろんお好きなナッツを使っていただいて大丈夫です。今日はローストとかは特にしないで使っていきたいと思います。今回のレシピはこちらですね。ナッツの香ばしさにも合うような全粒粉配合の生地で作っていきます。本日もだいたい2時間ぐらいで作っていきましょう。強力粉は春よ来いと夢力のブレンドを使っています。使っていく全粒粉はつぶつぶとした食感が残りやすい粗挽きのものを使っていきます。もちろん細挽きでも OK ですよ。粉類を計量した後は木べらなどで軽く混ぜ合わせておきます。その後は目分量でだいたい半分別のボウルに移しておきます。分けておいたボウルに生地の味付けとなる塩、あとは無塩バター使っていきます。常温に戻しておきましょう。もともとのボウルにはイーストの栄養分となる砂糖を入れていきます。私が使っているのはきび砂糖ですね。砂糖は何の種類でも大丈夫です。イーストを砂糖の隣に置いた後は40度くらいに温めておいた水をイーストめがけて一気に流し込んでいきます。水を温める理由としては、イーストがより早く発酵できるような環境にさせてあげるためです。しっかりと生地にとろみがつくところまで混ぜていきます。残りの材料を加えて粉が飛び散らないように優しく混ぜていきます。この段階でバターを木べらで切りながら混ぜていくと、この後こねやすくなっていきます。生地がだいたいひとまとまりになってきましたね。それでは台に出して木べらとあとはボウルについた粉もしっかり取っていきます。ボウルの粉はスケッパーの背の部分を使っていくとよく取れていきますよ。それではいよいよこねていきたいと思います。まずは粉っぽいところ、あとはバターの塊をしっかり潰して材料を全体になじませていきたいと思います。利き手の手首に近い手のひらを使って生地に圧力をかけていきましょう。材料も全体的に馴染んできたので、今度は反対側の手で生地がずれないように押さえながら生地を伸ばしてまた集めるを繰り返していきます。こね始めの段階は生地がベタついてますし全然まとまっていないんですけど、こねていくと必ずまとまっていくので打ち粉とかはしないでこねていってくださいね。手についた生地、あとは台についた生地も時折集めながらこねていきます。だいたいこね始めてから7分ぐらい経過しました。生地に適度な弾力も出てきてます。台からしっかり剥がれてきますね。これから叩きごねをして生地を強くしていきたいと思います。台に叩いた後は2つ折りにして90度横を持ってまた叩く、これを繰り返していきます。こうやって物理的な力を加えることによってイーストが生成する炭酸ガスを蓄えられるような生地になってきます。今日は食パンで高さも欲しいんで、しっかり生地を強くしていきましょう。生地の表面見ていきます。まだボコボコっとしているので、もっときれいに整えるために V の字にこねていきたいと思います。コロコロと転がしながら最後仕上げにかかっていきますね。V 字ごねと叩きごねを交互に行っていきます。だいたい目安としては2分ぐらい行っていきますね。
さて生地の状態も確認していこうと思います。先ほどよりも表面がつるっとしていますし、指で押した後も跳ね返ってくる適度な弾力も出てきてますね。生地を薄く伸ばして膜も見ていきます。しっかりと張ってはいますね。全乳粉入ってるんで膜を張り続けると破れてしまうかなと思います。この状態でも大丈夫です。これからナッツを混ぜ込んでいきますので、まずは24センチ角ぐらいまで広げていきます。細かく切っておいたナッツを全体的に散らしていきます。その後は手前から生地をくるくると巻いていきましょう。ちなみにナッツを混ぜ込む時の生地の状態はある程度ベタついてるぐらいがちょうどいいです。ナッツが生地の水分も吸ってしまうので、結構乾燥している場合は水を途中で足してくださいね。では向きを変えてまた手前から巻いた後は生地を揉んだり、すいません発音が。あとは初めに行ったように生地を伸ばしたり集めたりしてナッツを全体に行き渡らせるようにしていきますね。よし、だいたいナッツが全体に混ざっていれば OK です。なるべくナッツがないところを表面にして生地を丸め上げていきます。最後は生地の後ろをしっかり閉じてボウルに戻して乾燥しないように上にラップをかけて今から一次発酵を取っていきたいと思います。それでは行っていきましょう。ただいまでやんす。では指に強力粉をつけてフィンガーテストを行っていきます。穴が完全に塞がってこないので発酵は良好です。パンチをして生地の中のガスを一旦抜いていきます。今日は特に分割はないので生地を丸めていくだけですね。また同じように表面にあまりナッツが出ないようにして生地を撫でるようにして丸めていきましょう。で最後集まった部分しっかり閉じて生地の表面に張りを持たせてあげます。では生地を一度休ませてあげてその後成形に移っていきたいと思います。それでは待機。あとはベンチタイム中に型にバターを塗っていきたいと思います。今回一斤の食パン型使っていきますね。しっかり角の方まで塗っていきたいと思います。あとはしっかり蓋にも塗っておきましょう。今日は蓋付きで焼いていくんですけど蓋はしなくても大丈夫ですね。では塗り終わったら乾燥しないようにラップだけかけておきましょう。はい、それでは成形始めていきましょう。今日はワンローフというもう一番簡単な食パンの成形かなって思います。まずは生地の閉じ目上にした状態で、綿棒を使ってもいいんですけど手とかでまずは生地のガスを抜きながら横を18センチぐらいに伸ばしていきたいと思います。そしたらあとは手前から巻いていくだけですね。結局綿棒を使わなかったですね。しっかり巻いたら手前に少し引くようなイメージです。表面を張らせてあげたいと思います。でしっかり巻き終わりの部分を閉じていきます。ここの閉じが甘いと剥がれてしまうんですよね。今日は横も閉じてあげましょう。はい、これだけで今日は完成です。めっちゃ簡単ですね。あとはバターを塗った型に生地を入れていくだけです。真ん中からあとは優しく離して少し型の中で調節してあげます。ちょっとだけ長かったかもしれないですね。よしよし。まあいい感じですね。
これから二次発酵を取っていきたいと思います。だいたい型の9割くらいを目標に発酵させていきます。上にラップだけかけていっていきたいと思います。それでは出航じゃ。それでは天板ありで200度に予熱したオーブンで焼いていきたいと思います。それではいきます。いってらっしゃい。それではいざオープン。焼き上がった後は型から取り外す前にポンポンと型を叩いていきます。こうすることで中の蒸気が逃げて焼き上がったパンがしぼむのを防いでくれます。こちらのパン、焼きたてがすごく美味しいんですけど、綺麗に切りたいときは少し冷ましてくださいね。はい、それでは早速ですが食べていきたいと思います。ナッツがぎっすり。いただきます。まずこちら生地がすごくふわふわしてます。柔らかくて歯切れがいいですね。この生地自体の甘みも塩味もすごくバランスが良くて、そこに凝縮されたナッツの旨味がたくさん詰まってて、もうめっちゃ美味しいです。これ正直予想としてはこのままだと物足りなさを感じるかなと思ったんですけど、全然そんなことなくて、もうこれだけでも十分美味しくいただけますね。後味に全粒粉の風味もしっかり感じられますね。今回の食パンは成形もすごく簡単にできますし、ナッツ好きならたまらないそんな食パンなんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。今回ちょっとおまけトーク入れてみました。先日テイクオフさんからコードレスの掃除機のプレゼントをいただいたので、それを試してみた感想を正直にお伝えしてみようかなと思います。今回紹介するのがこちらのキークーンのコードレス掃除機ですね。実は私コードレスの掃除機使うの初めてだったんですけど、使ってみた感想としてはコードレスってめっちゃいいですね。何よりコンセントを抜く動作そのものがなくなるので、もし気になった箇所があったらすぐに掃除機で吸えるっていうのがすごいいいなと思いました。僕結構計量の時とか、あと野菜切った時結構もうこぼしやすいんですよね。周りにもう飛び散ってしまったキャベツとかもすぐに吸い取ってくれるんじゃないかなって思いました。あとはこちらの掃除機持ってみるとすごい軽いんですよね。もう軽くてコードレスってなったらもうどこまでも行けませんか？なんか気づいたらこれ持ったまま散歩とかしてそうで、それが怖いですね。あとは付属のモップをつければゴミを吸い取った後にそのまま床掃除もできちゃうんですよね。1回でゴミの吸引と床掃除もできるっていうのがすごい嬉しいポイントですよね。ここすごいいいなって思ったのが、こちらの掃除機の中に高密度のフィルターが内蔵されてるんで、部屋の空気をきれいにしながら掃除ができちゃうんですよね。僕ホコリとかにすごく弱いので、これでもう息止めたまま掃除機かける必要がなくなりそうですね。ただ個人的には掃除機自体が自立してくれるとなお嬉しいなって思いました。掃除してる時にちょっと中断したいなと思った時に掃除機が倒れてしまうので、ちょっと置き場所を考えちゃうなっては思いましたね。でもすごくワクワクして使えそうなんで、これからガシガシ愛用していこうと思います。皆さんのおすすめの掃除機とか掃除用具なんかももしあればぜひ教えてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。